こんにちは。PS5 のスリム版が発売されたのを皆さんご存知でしょうか？あまり話題になっていませんが、PS5 スリム版を今日は分解していきます。一見が新型 PS5 を注文した時点では、ソニーの公式ページや PS5 の公式ページなどは更新されておらず、PS5 のスリム版が本当に発売されたのかどうかわかりませんでした。この動画の撮影時点でも、PlayStation 公式サイトでは依然としてこちらの旧型が表示されています。ですが、ソニーストアではこちらの新型 CFI2000 で始まるものに更新されています。そもそもスリム版と呼んでいますが、その呼び方が本当に合っているものなのかすらもわかりません。ただ、新型は旧型に比べてボディが 30% 以上小型化して、重量も 18% から 24% 程度軽くなったようです。そんなわけで本日はこちらのディスクドライブ搭載版の PS5 スリムを分解します。ですが、その前に今日のスポンサーの紹介です。どうぞ。みんな展示会に行こうということで、今日はなんと展示会の告知になります。2024年の1月24日から26日に東京ビッグサイトでアジア最大級のエレクトロニクスの展示会があります。ネプコンジャパンです。一見も過去何回か行っていますが、企業の製品がずらりと並んでいて、実際に見たり試したりできる非常に貴重な機会です。そして今回なんと記念すべき第1回のパワーデバイスモジュール展も同時開催します。パワー半導体は電動化の波が押し寄せてきて非常に熱い分野です。各社の動向確認や実物展示を見る絶好の機会となっています。というわけで1月24から26日ネプコンジャパンいってらっしゃい。本体のレビューの前にざっくりとスペックについて紹介です。何が変わったかですね。まず CPU やグラフィックの性能について、こちらは変更があったという情報はありません。パソコンでも使われている AMD Ryzen Zen 2シリーズが PS5 発売時の2020年から変わらず搭載されているものかと思います。ただし内蔵 SSD については変化がありました。初期の PS5 では内蔵 SSD の容量が 825GB と中途半端な数字でしたが、スリム版では 1TB になっています。また一部 USB コネクタなどに変更はありますが、映像出力は HDMI が1ポートのみと、こちらも変更はありません。あまり大々的に新機種についてソニーが発表していないことからある程度察してはいますが、中身のスペックが変わらない割に値上がりしている印象です。ハードウェアの面でどの程度の変化があったのか分解して確認します。ちなみに今回分解する PS5 Slim の型番は CFI2000。比較のために分解する旧型の PS5 は CFI1100B です。動画の後半で出てきますが、旧型 PS5 は製造時期によって型番が異なり、中身の構成も変わっています。外観を見ていきます。まず大きさです。まあそんな小さくはなってないかなっていう印象ですね。そもそも初代 PS5 がかなりサイズでかいです。それが小さくなってようやく標準サイズくらいになったかなっていう印象ですね。PS5 の特徴といってもいい2枚の白い板、表面と裏面にありますが、スリムの方では真ん中に斜めに切れ込みが入って合計4枚になっています。また初代については全体がザラザラとしている質感でしたが、スリム版では上半分はツルツルに変更されています。こんな感じですね。前面を見てみます。旧型はデジタルエディション、スリム版はディスク版のものを購入しています。旧型では USB-A と C がありましたが、今回のスリム版では2つとも USB-C に変更となっています。こちらの USB の位置も変わっています。スリム版の方が少し下に下がっています。中身の構造もだいぶ変わっていると、この時点で予想はできます。裏面も見てみましょう。タイプ A は2つともあります。なので裏面につける機材などは特に変換なしでいけそうです。LAN ケーブルを挿す部分と HDMI を挿す部分、これについては変わらずです。ただ若干のレイアウト変更はあります。スリム版を作るにあたって基板のレイアウト変更などもかなり入っていそうです。電源について、電源は旧型もスリム版も内蔵のものです。旧型の分解動画では電源ユニットが本体下部の大部分を占めていました。結構容積を使って外付けにすることなく内蔵電源のままです。今回のスリム版では内部がどのようになっているのか気になります。早速ですが分解していきます。外装の外し方がちょっと大変なんですよね。はい、まず旧型からいきましょう。次スリム版ですね。こちらもやはり端っこの方を浮かして取るような構造になっています。外す時にバキバキっていうのがちょっとまあ良くないですよね。
動画の最初の方であまり小さくなっていないみたいなことを言いましたが、外装を向いてみると結構小さくなっています。左が旧型、右側がスリムです。この金属の蓋ありますが、ここ SSD が入るところです。レイアウトもかなり変わっていますね。反対面も見てみましょう。ちなみにこちらがディスクドライブです。やはりそこそこ小さくなっていますね。こちらの幅についてもスリム版が薄くなっています。ちなみにディスクドライブの部分を外すとこんな感じです。かなり薄いですね。スリム版のディスクドライブを外すところはこのようになっています。端子のすぐ横にガイドピンがついています。ここに差し込む時にガイドする役目のものですね。やはり端子だけだとこれ差し込む時に端子が壊れてしまうのでしょうか。このようにガイドを使って刺す構造になっています。次はファンの部分やエアフローの部分を見ていきます。まずファンの部分です。旧型の方は鉄板が2枚重なっている構造になっています。裏面も見てみるとこちら指が入らないようなガードです。一方でスリムの方はどうかというと、こちらが鉄板が1枚、そして裏面も見てみると鉄板が1枚と。なので旧型は3枚使っているのに対して新型は2枚の構成になっています。でそれに加えてこのエアフローの部分ですね。旧型ではこのような銅風板のようなものがついていました。これはデザインも兼ねているかとは思います。スリム版ではこのような銅風板はなくなっています。ですのでこのような筐体によるエアフローというのはスリム版では特にやられてはいません。デザインとコストの問題でこちらの銅風板を消し去ったのか、それともエアフローの最適化が行われてこちらの銅風板を消し去ったのか、理由は分かりません。ですがこちらの銅風板についてはこのように本体から外れるような別部品となっています。部品点数減らすためにこちらを取っ払った可能性が高いですね。とりあえず外から見える部分についてはこんな感じです。ということで早速ですが中身を分解していきます。まずスリム版ですね。というわけでバンバンネジ外していきます。ちなみに特殊ネジになっています。あ、ネジがみんな違いますね。これ面倒だ。わあ、しかも長さ違う。どんどん外していきます。ネジ外している時に気づいたんですけど、ここのマーキングで使っているネジが違っているようです。ここの部分にはマーキングがないので普通のタッピングビスを使います。こちらのドットが1つあるものについてはよくある通常のネジですね。金属を留める時に使うやつです。そしてここにマーキングが2つあるもの、こちらについては長いタッピングビスを使うようになっています。これ分解する人にとってはものすごい親切設計になっていますね。さすがですね、ソニー。なので分解した後に基本的にネジの長さを間違えるということはありません。全部まとめてこのように置いてしまっても大丈夫です。はい、ファン取れました。取り外したファンはこのような白っこファンでした。ネジを全部取り外したのでこれで取れるはずですね。取れない。これだ。保証シール付きのネジ穴が忘れてました。その部分のシール外すと保証効かなくなるので、それでもいいっていう人だけやりましょう。取れました。この時点でネジが取り外されているネジ穴についてはしっかりとマーキングが打ってあるので、組み付けの間違いが起こる可能性はかなり低いです。分解する人にとってはかなり親切設計になっています。ここにヒートパイプにつながったヒートシンクがあります。こんな感じで固定はされていません。外装のカバーで上から押し付けるような固定方式になっています。ここにアンテナにつながっているケーブルがあります。 Wi-Fi ケーブルでしょうか。こんな形の金属板にハンダ付けされています。外します。こちらが取り外したアンテナです。アンテナケーブルにこちらの金属板へつながるという構成になっています。こちらのケーブルよく見てみると同軸ケーブルでした。こちらの部分がグラウンド面っていうんでしょうか。そしてこちらがアンテナの部分といいますか、そんな構成になっています。こちらの下の部分にプリント基板があって、その上に銀色のシールドが覆いかぶさるような形状になっています。ノイズ対策プラス放熱対策でしょうか。多分アルミか何かですね。結構柔らかい感じです。こちらのシールドも取り外していきます。ここタッピングビストでしたね。マーキングしておきます。ネジの数多いですね。よし。ここのコネクターを取り外してしまいます。消えました。ここを持ち上げるとこんな感じで取れますね。ちなみにここにも2箇所ネジついてたんですけど、すでに取り外しています。
取れました。外装が取れたんですけど、ここのフロントの USB パネルがついている部分なんですけど、こういう風に取り外せるんですね。別部品なんですね。こちらの USB 接続についてはかなり高速で信号をやり取りすることもあるかと思います。ですので本体基板との接続の部分もこのようなシールドケーブルになっています。本体と接続するための導電シートですね。こちらの基板の部分を見ても信号が通るかと思われる部分にはこのような盗聴配線ですね。作動信号でしかも見やんだ配線とかをやったりしています。このような構成です。こちらの部分にもシールドが貼ってあります。かなりノイズ対策されている印象です。次にこちらが、本体部分ですね。この黒いのが電源で、ヒートシンクが合計で3つありますね。1と2、3といったところです。こちらの電源ユニットをまず外してしまいましょう。はい、外せました。結構軽いです。ここに電源のスペックが書いてあります。ソニーインタラクティブエンターテインメントが作っている電源です。入力は 100V から 240V まで OK です。出力電圧は 12V31A です。自作 PC の電源と同じくらいのスペックを持っています。電源の接続は基板から電極が生えていて、そこに差し込むような形となっています。こちらのシールド板取り外すとこのようになっています。こちら青色のポツポツがありますが、こちらにも貼り付けてあります。こちら熱伝導シリコーンです。ここ電源周りのパワー半導体やインダクターがありますが、そこに接触させてさらにその熱をこちらのヒートシンクに逃がすという構造になっています。なのでこちらのアルミ板についてはシールドプラスヒートシンクの役割をしています。こちらのシールド板のネジ止めするところに沿ってこのように銅箔がむき出しになっています。上に緑色のレジストはかかっていません。ですが実際こちらの銅箔に接触するわけではありません。銅箔の上にこのようにポツポツの部分がありますが、こちらに接触するようになっています。この銅箔の周り一周にポツポツがありますね。反対側の面を見てみましょう。こちらヒートシンクが2つあります。この直下に CPU があると。旧式の PS5 は CPU とヒートシンクを接触させるために液体金属グリスを使っていましたが、こちらのスリム版ではどのようになっているのでしょうか。ちなみにヒートパイプと冷却フィンはハンダ付けされています。かなり冷えそうな構造です。ここに CPU があって CPU のすぐ直近に RAM があると。 CPU から少し離れたところに SSD、ROM があります。 CPU の直近にあるメモリーは全て盗聴配線されています。実は電気信号って伝わるのに時間がかかるんですね。電気信号は光の速さのだいたい半分ぐらいで伝わっていきます。 CPU からメモリーまで10センチと離れていませんが、信号は数ナノ秒程度かけて伝わっていきます。このように盗聴配線することでメモリーとメモリーで到達する時間のばらつきというのを同じにします。しかもこの配線なんか他の部分の配線と比べて滑らかですよね。例えばこういうところの配線結構カクカクって曲がっていますよね。こういったところです。ですがメモリに接続される配線はこういう風に非常に滑らかになっています。曲線的ですね。これにも実は理由があります。カクカクっていった感じで配線を曲げてしまうと、その曲がっている部分で信号が反射してしまいます。信号が反射すると信号のクオリティが低下します。その結果 CPU メモリ間での通信でエラーが発生したりして実行的な速度が遅くなったりするわけですね。なのでこのようにして信号線を滑らかにしているわけです。ここで皆さんお待ちかね、ようやく CPU の部分を開けていきます。開けます。まだ見えないですね。これ反対の面ですね、あるのは。ヒートシンクを押さえるプレートを外して、この真裏に CPU があるわけです。積層セラミックキャパシターがたくさんあります。反対にしてここを押し込むと、ヒートシンクが浮きましたね。せーの、パッと。液体金属グリスでした。ヒートシンクがついているプレートにも液体金属がこのように付着しています。こちらの液体金属部分の抵抗を測ってみると、このように1オーム以下となりましたので、しっかりと液体金属です。ここに CPU があります。ここ液体金属が上にあって、その周りにですね、ちょっと液体金属だまりみたいのができています。液体金属だまりのさらに外側に液体金属が漏れないようにスポンジが貼り付けてあります。ここら辺については旧式の PS5 でも変わらずといったところですね。CPU のチップ、いわゆる台とヒートシンクで液体金属をサンドイッチしてやると、それで効率よく熱を伝えて冷やすといったものです。動画の内容が少し前後してし
しまうのですが、旧式とスリム版の内容を少しずつ比較していきます。まず旧式のシロッコファンですね。こちらニデックが製造しているものになります。次にスリム版の方はどうなっているかというと、デルタエレクトロニクスと書いてあります。デルタ電子製です。まず旧型の方ですが、外部に接続しているケーブルの数がスリム版と比べて多いです。こちらに1箇所、2箇所、3箇所、こちら USB に接続するフラットケーブル、そしてアンテナのケーブルになっています。一方でスリム版はどうかというと、こちらのアンテナのケーブル、そしてフラットケーブルです。しかも旧式はフラットケーブルと Wi-Fi アンテナの接続、組み立てがものすごく難しいです。まず Wi-Fi アンテナの方から見ていきましょう。こちらに Wi-Fi ユニットがあってケーブルが出ています。裏面を見てみると電源ユニットがあります。この電源ユニットのところにアンテナが接続されているんですね。これものすごく組み立て大変だったのではないかと思います。裏から配線が出てきて、でこちらケーブル伸ばして接続するという風になっています。次に USB に接続するフラットケーブルです。こちらフロントパネルに USB Type-C と Type-A がありますが、そこに接続するフラットケーブルがこちらにあります。シールド全体を取らないとここにアクセスできないようになっています。分解するとき少しやりづらいですね。スリム版の方はどうなっていたかというと、こちらすぐにアクセスできるような形式になっています。こちらにカバーがついているのですが、このカバーさえ取り外しすればフラットケーブルにアクセスできるようになります。このように外部に接続するケーブルの数が変わってくるので、組み立ての工数にもかなり効いてくるかと思います。つまりスリム版の方が組み立ての工数は少なくなるということかと思います。ちなみに旧型の前面パネル、ここが USB、そして電源スイッチがあります。これ基板がですね、2つに分かれてるんですね。こんな感じです。スリム版については USB と電源は一つのプリント基板上で設計されています。ですのでスリム版についてはなるべく部品の点数を少なくしようという意思が感じられます。ここまでプリント基板の設計、機構の設計、変更するのかなり大変だったかと思われます。次は電源ユニットを見ていきます。左側が旧型、右側がスリム版です。2つとも電源がこちらの裏に入って収納されるという構造になっています。ほとんど同じ配置ですね。ですが電源の形状はこのように大きく異なっています。重さも見ていきましょう。旧型が 500g ぴったり、そしてスリム版の重さがこちらも 496g なので、旧型もスリム版もほとんど同じ重さです。次に電源の厚みも見ていきます。スリム版の方が少し薄いですね。実際の厚さを見ていきます。電源ケーブル除いた部分で一番厚い部分は旧型の方で 42.8mm、 スリム版の一番厚い部分は 32.6mm、 スリム版の方が約 1cm 薄くなっています。背の低い部品を使わないといけないので、こちら大変だったんだろうなとか想像してます。次にエアフローとヒートシンク周りを見ていきます。まずこちらの面についてですね、旧型の方はこちらに小さめのヒートシンクが1つ、スリム版の方は大きめのヒートシンクがヒートパイプにつながっています。空気の流れ的にシロッコファンから出た空気というのがどっか当たるんですが、ここだとなんでしょう、あんま風が当たらないっていうんですかね、ちょっと厳しそうな感じですね。こちらの樹脂パーツの方を見てみると、シロッコファンから出た空気というのがこちらにしっかりと銅風板のようなものがあって、ここのヒートシンクに風が当たるという風にはなっています。なのでこのヒートシンクでも十分ということでしょうか。スリム版の方はどうかというと、シロッコファンから出た風がこちらのヒートシンクに直接当たるような構成になっています。外装の樹脂パーツを見ても一応ですね、ここで風が同封できるような構造にはなっています。こちらの方が効率的に冷やせそうな気はしますね。新型のヒートシンク、こちら電源周りの回路を冷やすためのものとなっています。次、反対側の面です。これ電源ユニット。これがシロッコファンなんですけども、旧型の方はなんか配置が微妙というかですね、ここら辺にスカスカのスペースが空いたりしています。で、あと風の流れる方向ですね。こちらのヒートシンクには風が当たってよく冷えるかと思います。ですが、その他のヒートシンクについては風が直接当たらないような構成になっています。一応放熱はできますけども、こちらのヒートシンクほどは放熱はできないんじゃないかなといった雰囲気です。旧型 PS5 の分解動画を見ていた時に、同じ旧型でも中身の構造が違うことに
に気がつきました。どうやら型番が違うと中身の構造も変わるようです。今映像で映っているのはソニー公式の PS5 分解動画。型番は多分 CFI1000。今回分解したものは CFI1100。内部の構造がかなり変わっています。特にヒートシンク部分については新しい型番になるほどヒートシンクが小さくなっています。同じ PS5 でも原価低減、組み立て工数削減のために内部に改善が入っているようです。スリム版のヒートシンクの構造も見ていきます。この電源を外してしまいましょう。2つとも。白っ子ファンの直近にヒートシンクが2つ置かれる構成になっています。旧型と比べると1つ少ないです。やはり2つのヒートシンクに風が直接当たる構造になっています。ですので新型の方がよく冷えそうな配置をしています。旧型と比較して本体自体が小さくなっていますので、こちらに空いていた空間のスペースがなくなっています。全部ヒートシンクで埋まっていますね。でヒートシンク2つあって、それぞれ風の流れる向きは、これは少し左斜め下方向に風が流れるような方向になっています。こちらのヒートシンクについては風が下の方向に流れるような取り付け方向になっています。そしてこちらの電源ユニットに風が入っていて、こちらから風が抜けていくと。そのようなエアフローの構成です。あとはヒートシンク自体の大きさとヒートパイプの取り回しも大幅に変わっています。さらに一番大きいヒートシンク自体を見ていきます。ヒートパイプの本数ですね。こちら4本になっています。4本のヒートパイプがヒートシンクにハンダ付けされるような構造になっています。一方でスリム版の方はヒートパイプの本数が3本になっています。1本減らされてるんですね。その代わりに白っ子パイプに直近に配置されたヒートシンクがありますが、ここにヒートパイプが3本通るような構成になっています。そしてこちらのヒートシンク自体が乗っているこちらの銀色の板が見えますでしょうか。こちらの板の上に一番大きいヒートシンクと中間サイズの大きさのヒートシンクが乗っているという構造になっています。さらにその下に2本ヒートパイプがそれぞれありますが、そのヒートパイプをこちらの板とヒートシンクでサンドイッチする構造になっています。スリム版の方はどうかというと、それぞれのヒートシンクは独立となっています。ただヒートパイプを使って熱結合はされています。このように冷却を見てきましたが、スリム版についてはかなり最適化された印象を受けます。一方で旧式の方はこの辺りに大きなスペースがあったりして、あまり最適化はその当時はされていなかったのかなといった印象です。旧型の配置を見た後にスリム版の配置を見ると、かなり最適化されているなという印象を受けます。電源ユニットについてもこちらに実は穴が開いてあって、この流れた風というのがこの穴から中に入り込んでいきます。そして中に入り込んだ風というのはこちらにもたくさん風穴が開いていて、ここから出るといった構成になります。ですのでこの辺りに一番熱に弱い電解コンデンサーとかそういった部品が置いてあると思います。でこちらに熱が逃げていくと、そういった構造ですね。旧型の電源についても同じです。やはりここに穴があります。こちらの側面にも穴が開いていて風が入り込むような構成になっています。そして風の出口はこちらです。電源ケーブルを差し込む方向ですね。よく見てみると中にこちらインダクターがあります。さらにこちらフィルムキャパシターか何かでしょう。こういったインダクターとかフィルムキャパシターは比較的熱に強い部品になっています。というわけで今回は新型のスリム版 PS5 を分解してその構造と変化を見てきました。基本的に中身の処理性能については特に変わったというアナウンスはされていなかったかと思います。ソニー公式の発表でもそういったものは見られませんでした。分解した感想ですが、旧式の PS5 と比べてこちらの新型スリム版 PS5 は中身の構造や設計がかなり最適化された印象を受けました。あとは筐体に使っている部品点数も少なくなっています。特に最適化の印象を受けたのがこちらのヒートシンク周りですね。でヒートシンクってアルミや銅を使っているのでどうしても金額が高くなってしまいます。そういったところの最適化もされていました。あとは基板から外部の基板に接続するための取り回しのケーブルなんかもかなり改善されていました。旧型の PS5 は外部基板に接続するためにフラットケーブルが3本出ていました。スリム版はこちらのフラットケーブル1つのみになります。しかもこのフラットケーブルの取り付け部分なんかも取り付けがしやすいような工夫もされていました。今回のモデルチェンジで原価やあとは組み立ての工数なんか少し減ってるんじゃないかなと思います。ただ原材料費についてはインフラの影響があるので少し高くなってるかもしれません。
価格について、今回分解したディスクドライブ搭載モデルは 66,980 円。分解していないデジタルエディションについては 59,980 円となっています。旧モデルと比較すると約6000円から1万円程度値段が上がっています。ソニー的には利益率少し上がった可能性もあるけど、インフレ考慮するとそんなでもないのかなといったところですね。それで購入するかについてなんですけども、当面の間は旧世代機の在庫が流通も続けるでしょうし、そちらを購入してもいいかなっていうところですね。スリム版については、やはり小型軽量になったというのが一番大きいかと思います。ただそこまで小さくなったかっていうと、そんな小さくなってないんですよね。これから買う人は基本的にはスリム版でいいかなっていうところですね。もし安い旧世代機を見つけたらそちら買ってもいいかなっていうところではあります。というわけでスリム版 PS5 の分解動画でした。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。